始めします。温度の管理。最高です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日は曲数が多いね。多いっすね。楽しくやりましょう。楽しくやりましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。上高い。はい。あ、こっちは。あ、やる限り高くなる。これ以上高くなると空中に。あ、そうか。一回かぶってきちゃう。逆にオンマイク、ちょっと近めにして、差別化はしてるんですけど。オフだけって聞いてる。はい。これで一回プレイバックさせてください。はい。オンだけって。僕は弾きます。下ってこれ以上寄らない方がいい。ローですか？うん。あ、今ローだけ拾ってるのがあるので、うん、それはもっと上げれば。あ、じゃあ大丈夫。はい、一回ちょっとそっち行って1曲目なんで、置いていいですか？もちろん。ここのタンスと今結構ちょっとアタック感出てたんですけど、この部分はレガード気味であんまりアタックない方がこうまだ出だしなんでいいかなっていうのは思います。はい。でしょうね。はい。聞いてください。はい。プレイバックします。もうちょいこうなると。確かにおっしゃってる意味わかる。はい、もう一回やらせてください。はい、お願いします。なんかいい感じなんだけど、ちょっと全部こうバリッと前にいるって感じだから抑揚つけたくて、まあそれぞれでいいんだけど、こっちが伸ばしてさ、ちょっとゲーラが動いてるみたいなところでメロとかで「タタラタタラタ」の4小節伸ばしてるとかも逆松葉で向こうが聞こえるとか、あと B のタカ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 とかも、まあ、全体出てんだけど割と真ん中へこましてもいいのかなって。で気もね、やっぱそのサビに向かってクレッシェンドワクワク感あるといいかなっていう、今割とこう、まあ譜面の通り弾いてますよって感じでいいんだけど、もうちょいその憂いみたいなのが全体的にあると。それでも合わせる必要はないから、
一人一人引くとか引いていいっていう感じ。はい、もう一回いきます。構想を聞きながら、曲に起こしていくみたいなプロセスがもう2年ぐらいですかね。まあ、とにかく西村プロデューサーを中心に、たくさん話をしましたね。はい。脚本を、普通脚本家の人が書くんですけど、西村さんが脚本書いてる。全体のこの映画がどういう映画であるべきかとか、誰にどう届けるかもちろん、西村さんという人が主導して全部進めながら、脚本もほぼ西村さんが書いてるような、ほとばしってるんですよ。イマジネーションが。で、それをもう一生懸命、もういろんなところにイマジネーションがほとばしってるのを一個一個受け止めながら、じゃあこれをどう具現化しようかっていうのをだんだん絞っていったっていう感じ。ありがとうございます。はい。ちょっとご質問で、うん。前半の C っていうのはそんな開かなくてもいい感じですか？その通りです。ちょっとやりすぎましたね。若干。その最後のサビに本番あるって感じで。こんな感じです。で基本は、はい。子供のイマジネーションの中の世界なんで、うん、もうとにかく自由で、はい。はい。おおらかで激しくて。今回の場合は、子供のイマジネーションっていうのが軸なんですね。で、子供がイマジネーションで生んだ存在自体が軸だから、もうそもそも軸が架空で、大人が忘れてしまっている、あるいは体験したことないような存在と世界観が軸っていう、もう軸がない状態なんですよね。で、一個一個に適切な音楽を当てはめていくと、多分どちらかでバラバラになるってみんな思うんでしょうけど、でも、その中でも、子供が生んだイマジネーションの存在が軸っていうのを決めてしまえば、
そんなにどちらからないなって僕は思ってたんですね。なぜならイマジネーションだから、無限に子供って飛んできますよね。想像力が一番豊かなのはあの時代だから、僕らではない。あれをまあまあ温存化しながら、もう一つは、やっぱりとは言いながら舞台があの街であるっていうことを、ちゃんと軸として知っておけば、僕は大丈夫だっていうふうに思ってましたし、翔平さんちょっと相談なんですが、はい。一瞬、翔平さんこっち来ていただいて、はいありがとうございます。お疲れ様です。この絵見ながら、はい。はい。ぜひ、はい。なんか、現実のシーンと、イマジネーションの世界、混合車とか始はい。めて、うわーってうん。なはって、その中で、こうなる。いはいはい。いいっすよ。最初病室でした。ありがとうございます。素敵な感じ。なんか病院のシーンがちょっとやっぱ明るすぎたなっていう印象で、若干。もしかしたら例えば入れ替わるからどっかであれしないといけない。例えばコンソル D のミュートをつけるとか、その最初の白玉の部分ちょっと曇らせるとか、ちょっとキラキラしちゃってるかなっていうのがあって、ちょっとでも一回、その病院のちょっとこう曇った、ね、気だるい感じっていうとちょっとあれだけどね、そういうのが出るといいなと思いました。はい。ちょっと試してみます。ありがとうございます。一番は、温度の管理。理屈っぽい言い方になっちゃうんですけど、実在する人物がメインの作品ではないっていうところが一番大きくって、軸となる存在がイマジネーションの産物で、イマジネーションの産物が、人物のような、温度じゃない世界に、トーンとしては統一した方がよくって、だからこそ上がりすぎないし、瞬間的に盛り上がるときはもっとぶち抜いて上がんなきゃいけないし、現実じゃないから。で、もう一つは悲しいシーンとか切ないシーンも、悲しすぎてはいけないし、切なすぎてはいけない。イマジネーションの中の範囲っていうのを、その都度その都度見極めて、そこをちゃんと維持するっていうのが多分、もう一つ役目で、曲作ってる時からずーっと絵を見てたんで、絵が示してる範囲の中で表現するっていう。ここはこだわってるというよりはそうであるべきだと思ったっていう話です。はい。
最高です。ありがとうございました。ありがとうございました。